海を突き進む大型貨物船。その船体は全長数百メートル。高度経済成長期、日本の花形産業として飛躍的に発展した造船。今回の関西リーダー列伝はその波に乗って成長した会社。作った貨物船は1300隻。ヨーロッパやアジアなど世界の海でこの会社の船が活躍している。さらに作っているのは船だけではない。大阪梅田のランドマークヘップ5の観覧車を作った会社でもある。実はビル一体型の観覧車を作ったのはこの会社が世界で初めて。突然ですがここでクイズ。はい、岡田さん、これを作った会社の名前ご存知ですか？知ってますよ。これはね、観覧車に皆さんおいでやすですね。これです。残念、違います。正解は1911年創業の佐野安。すいません。大阪100年企業を率いるのが今回のリーダー。2009年に社長就任。現在は会長の上田隆。常時その正念場なんだという感覚です。僕は佐野安の活躍は観覧車製造などのレジャー事業にとどまらない。化粧品製造の命ともいえる特殊な攪拌機は化粧品業界でシェアナンバーワン。さらに建設現場で資材などを運ぶ工事用エレベーターも販売シェアナンバーワン。佐野安はニッチな分野でなくてはならない製品を世に送り出し、日本のものづくりを支える縁の下の力持ちなのだ。しかし2008年リーマンショックで租業の造船が大打撃。業績が落ち込む中、銀行から転職してきた上田は会社の立て直しを託された。もう途中の迷いとか悩みとかね、半端じゃないですよ。上田の出した答えは、私にとっても苦しい決断だが、これは佐野安全体、さらには造船の社員を守るためでもあるんや。造船事業を売却するしかない。なんと租業売却。異彩のリーダーの経営哲学と成功秘話に迫る関西リーダー列伝、キーパーソンの成功秘話。始まりました関西リーダー列伝です。では早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。佐野安ホールディングスの上田隆会長です。どうぞお入りください。どうぞどうぞお座りください。どうぞ。私司会という立場でこんなことを申し上げるのは大変申し訳ないんですが、私佐野安ホールディングス存じ上げませんでした。申し訳ございません。すいませんでした。岡田さんは。いや、分かってたらあんなボケ回答するわけないでしょ。おいでやす言うてる場合違うんです。本当すいません。本当に会長申し訳ないです。そうなんです。本当に申し訳ございません。はい、どうぞお願いします。よろしくお願いいたします。創業は造船という話ありましたけども、こんな CM 放送されてました。ご覧ください。船を作るぜ、かっこいいぜ、船は男のロマンだぜ、俺が作るぜ、お前が作るぜ、一緒に作るぜ、造船団長佐野安石の名所、船を浮かべよう、社長上田隆。そしてみんなすごい笑顔を浮かべよう、僕たちは佐野安石の名所。これは誰に向かっての CM なんですか？これはですね、まず社名が佐野安菱の名所と、前の社名なんです。で造船所なんだけど、岡山にある造船所へ行きますと、あの辺りに造船所となかなか認めてもらえない。社名に造船がないから、そこに採用に困るんです。ああ、なるほど。新入社員採用の時採用に困る。知名度がね。はい、知名度が。それでまあやっちゃえって言うんでこれやった。やっちゃえ。いやでもこれ斬新ですよ。やっぱ CM っておしゃれにとか、なんかそういう方向に向くんですけど、なんかあえて昔の昭和の漫画の逆に若い子たちが目に行くんですよ。でそういう風な方が。でも当時の従業員役員全員がね、社長いくらなんでもこれ恥ずかしい。恥ずかしい。多分その1ヶ月経った時に全く逆になりました。すごいの近所で有名な。なるほど。
でちなみにこれカンヌ国際広告祭のシルバー賞を取ってます。ほら福澤さん訂正しなさいよ今の。誰に向けててカンヌには響いてるんですよ。ありがとうございます。ねえ。2度目のお詫びをさせていただきます。謝罪早いな。早い。途中なんか得体の知れないおじさんのような方出ましたけども、あれはどなたなんですか？誰が見てもあれは私でしょうねきっと。この CM を見た新卒の子たちが殺到はいしました。はいはい。やっぱすそれはね、ごいですそれはもう一つあるんですよ。リーマンショックで大企業が採用しなくなったから、あのチャンスです。僕は逆張り採用と言いましてね、はい大企業取らない、だったら取れると思ったんです。だからその通り取りました。まさかさすがにリーゼントの方いなかったですか？いなかったんで、似たような人いましたよ。似たような人いた。あ、そうですか。リーゼント採用あるんだここだけ。でもなんか社風が自由だなと。自由なんかそういうのも伝わりますもんねなんか。この造船業は佐野安の根幹でありましたが、そんな事業をどのような思いで売却したんでしょうか。会長の成功秘話とともにご覧いただきましょう。ならば佐野安ホールディングスの運命の一日にジャストミートや。佐野安の創業は1911年に遡る。創業者は大阪府泉南郡に生まれた船大工の佐野川谷安太郎。安太郎24歳、佐野安造船所の船では意気揚々としたものだったが、その後幾度となく時代の荒波に翻弄されることになる。時は第二次世界大戦。佐野安造船所は軍需会社に指定された。会社は解散を余儀なくされ、設備や従業員は海軍に引き継がれた。戦火を乗り越え会社は再び出発した。高度経済成長期、造船業は国の基幹産業だった。佐野安造船所もその波に乗って成長、売上を200億円程度まで伸ばした。しかし1973年の第一次オイルショックを発端にする不況の波は厳しさを増し、1980年債務超過会社に転落した。再建に向けて船の溶接技術を生かして大型タンクを製造するなど陸上での事業を拡大していった。着実に売り上げを伸ばしていった佐野安だが、さらなる試練が降りかかる。2008年のリーマンショックである。造船業界は再び苦境に陥り、佐野安も打撃を受ける。この頃社長に就任したのが今回のリーダー、三井住友銀行で33年勤め、佐野安に副社長として入社した上田隆だ。実はこの上田、2020年に佐野安の根幹を揺るがす大きな決断をする。佐野安の社員を守るためには造船事業を売却するしかない。造船を祖業として成長してきた佐野安。上田の提案はまさかの祖業売却。一同沈黙が続いた。私にとっても苦しい決断だが、これは佐野安全体、さらには造船の社員を守るためでもあるんや。賛同してくれる者は手を挙げてくれ。100年を超える造船業を手放す道を選んだ上田。なぜ祖業を売ったのか。その独自の経営術を身につけた半生を今遡ろう。上田隆は1952年兵庫県に生まれた。小学生の頃からリーダーシップを発揮していたという。あのさ、野球チームを作らへんか？いいやん、やろう。上田の声かけで自然と周りに人が集まり、自ら野球チームを作るなど人を引っ張った。その頃からね。しまっていくぞまとめ役っていうかリーダーで先頭歩くのは好きだったでしょうね。幸いなことに小学校時代も含めてちゃんと後ろに人がついてきてくれたっていうのは僕は多少自慢できるかもしれない。で中学校は生徒会にしろクラブ活動にしろ
なんか自分が前頭に出てこの学校こうしようとかね、このクラブこうだとかね、それは随分やってましたよそれ。神戸大学卒業後、住友銀行に入行。最初はうまくいかなかった。4年目になるとき、銀行の留学制度でスイスのビジネススクールに入学したが、Well, I think the most important part of a business is to be able to generate profit efficiently. ロベルトに対して意見のある人は。ロベルトの意見に対して僕は。考えているうちに他の人が答えてしまい、上田は意見を言えなかった。授業終わり、先生に呼び出される。君は試験は悪くない。でも授業中発言したことがない。このままだと帰国させるよ。銀行の制度で留学した上田。帰国させられたら銀行をクビになってしまう。何とかしようと授業を観察していると、彼の意見はいいと思いますが、僕の意見は違います。みんなロベルトの意見を聞かないで自分の意見を言っている。これが欧米のビジネススタイルなのか。今のロベルトの意見なんて聞いてないよりみんな。His opinion is so good, wonderful, even but my opinion is that. 相手のことを聞いてないから単にそれだけ言うわけよ。それで自分の話を喋り出す。相手が何言おうが自分は自分だから自分の意見言っちゃうんです。これを学びました。帰国してからの銀行員生活とか今の生活の中でも、何度もいいから自分で喋り出すっていうのはそこかもわからんね。帰国してからは人事部や営業本部などで実績を積み、多数の企業の M&A や再建に関わった。当時の銀行のトップや顧客企業の経営者からは企業経営論やリーダー論を学んだ。2008年、佐野安の次期社長の人事。当時佐野安の社長は創業家から離れ、銀行出身者などからの就任が続いていた。2008年に副社長として入社。翌年社長に就任したのが上田だ。この会社いい会社だと思いました。みんな人がいい、真面目、究極のチームワークを大事にしている。でかつお客さんから見ても佐野安は一つの船としてはブランドだし、で片一方でレジャーのようなものがあるから、それなりに多角化したいい会社だね。でもそれは同時に逆に見れば、ややこれ保守的だなと。ヒエラルキーをきちっとやるから、だから若干これは問題があるかもしれないねと。当時お台場の観覧車を作るなど遊戯機械メーカーとして存在感を放っていた佐野安は社運をかけた事業を始める。オーストラリアメルボルンの大観覧車だ。そこである事件が。メルボルンの大観覧車に不具合が発生しました。巨大観覧車で巨額の損失。販売価格の3倍ぐらいです。丸々損をしたんです。1911年創業、造船で成長した佐野安。2008年銀行から副社長として転職した上田に入社早々トラブルが襲いかかる。オーストラリアのメルボルンの大観覧車に不具合が発生しました。停止になりました。社運をかけた事業だったが、海外の観覧車の構造を理解していなかったためか、重大な欠陥が見つかった。補修工事は累計で120億円の損失を出すことに。違うもので違う技術が必要なのに、それを理解せずに既存の技術を持ってできるというふうに思った勘違いをした。膨大な補償工事のコストかかりました。販売価格の3倍ぐらいです。僕の最高の失敗かもしれないけど失敗なんです。上田は事業再編を進めた。
メルボルンの赤字を他の事業で補った子会社の赤字は各会社が頑張っている。これは不公平ではないか。そこで上田が取った手法はホールディングス化による連邦経営。まずは売上の少ない会社を統合して体力を強化しよう。売上高が2、30億円程度の小ぶりなグループ企業を統合。さらに1社単位では小さすぎてできない設備投資をホールディングスで借り入れをし実行する形にして次々と実施。グループ内の中小企業の再生を図った。しかし佐野安の売上の6割をなすいわば大黒柱ともいえる造船業の経営が悪化していった。その理由がまず船が多すぎると。リーマンショック前にダー発注があるから荷物が減ってるにかかわらずに船だけはたくさんできちゃったんですよ。だから運賃が下がる。これは潜伏過剰という言い方で船が多い。もう一つ中国がダーッと造船所を作ったために建造設備が多い。造船所過剰。この2つの問題が僕は2つの過剰と呼んだんです。中国などに対抗するには安値で受注しないといけないため作れば作るほど赤字が膨らんだ。上田は租業造船を冷静に分析した。企業として租業とどう向き合うべきか。これから先これで戦えるのか。上田は悩み続けた。どうですかね、17、18年頃になった時に佐野安はその日本の国内における第10位ぐらいだったんですよ。日本の中のシェアが 2.5% です。本当弱小の造船会社です。でこの状態を続けるのはどっかでもう限界があると。それはものすごく冷静に思いました。租業を手放すべきではと頭をよぎるが毎晩夢の中で銀行から来た社長が勝手なことするな。先代からのお前に一体何ができるっちゅうねん。大坊やぞお前。苦しい、しんどい。でもここがトップとして決断を下す時や。逃げるわけにはいかへん。そしてついに佐野安の命運をかけた重大な話がある。これからの佐野安を守るために3つの案を持ってきた。創業売却運命の日。上田が持ってきた3つの案とは。賛同してくれる者は手を挙げてくれ。1911年創業の佐野安。造船業は花形産業として成長してきたが中国や韓国との競争激化で経営は悪化していた。上田の出した答えとは。佐野安の命運をかけた重大な話がある。これからの佐野安を守るために3つの案を持ってきた。1つ目は租業造船を守るために造船以外の部門を売却する案。2つ目は造船以外の事業を佐野安の中核事業とした上で造船を売り他社の傘下で生かす案。そして3つ目は何もせずに佐野安が潰れることに甘んじる案。佐野安の社員を守るためなんや。造船事業を売却するしかない。私にとっても苦しい決断だが、これは佐野安全体、さらには造船の社員を守るためでもあるんや。賛同してくれる者は手を挙げてくれ。2021年ついに同業者である新来島ドックに造船業を譲渡。
心情的にはそれは社員の人はもう本当にしんどかったと思う。もっと辛抱したら頑張れたのになんていう人が今でも多いです。で僕は冷静に考えてみんな辛抱して頑張っていうのは絶対無理です。もうそこはドライに判断しました。当時営業本部長だった渡辺さんの心情は。最初に聞いた時はやっぱりショックですよね。とにかくショック。自分たちが今までやってきたことへの何ていうのかな、不甲斐なさとか、もうちょっといろんなやり方があったのではないかなという、若干その後悔って言いますかね、そういう気持ちが、いろんな気持ち感情がねちょっとこう複雑に絡み合ったというか、でもやっぱりとにかくショックは大きかったですね。考えたことはやはり従業員の雇用を守ること、あそこであの地で造船業を継続していくこと、それがやはり大切、会社にとってはですね大切なんだなという思いでしたね。造船を手放すことによっておよそ37億円もの赤字が翌年にはおよそ4億円の黒字に。これからの目標は。社会課題を直視して社会課題を解決するような会社であったらいいなというのが特に最近僕は強く感じます。次の子供を孫に託していくこの国をどう作っていくかは、だから佐野安もできたらそういう目線まで上がって、それで役立つものは何か、そういうことを考えておられるお客さんが求めるものは何か、それを正しくもう一回キャッチし直して新しく生まれ変わるぐらいの勢いがないとダメじゃないかと。いろんな経営判断、その瞬間があったと思いますけど、まず岡田さん、率直にいかがでした、ご覧になって。改めてそのリーダーとしてのその決断力、祖業であるその造船を、そこを立つこの VTR のこの時間で収まらないぐらいのいろんな戦いというのは。やっぱりリーダーとしてやっぱありました。もちろん葛藤がね、そこから始まってる会社ですから。ですよね。岡田さんにしてみたらなんか閉店ガラガラを売却するようなもん。いや、これは私にとってはもう命取りですよ。これと和音の2つでやってますから。これそんな言ってる場合違うんですよね。外から来たっていう表現が正しいかどうかわかんないけど、銀行から来たからものすごくこう経営状況って客観的に見てらっしゃいますよね。そうですね。やっぱりこう数字でちゃんと判断できるっていうことだと思うんですよね。でやっぱりその造船の事業があるだけで、もうどんどんコストがかかって赤字が膨らんでいくわけですもんね。やっぱりそれを止めなければいけないっていうところは、ものすごく強く思われていたと思うんですよね。でもなかなかこれ決断できないですね。さっきメルボルン観覧車の失敗、詳細はカットしても百数十億確かに損してるんですよ。その時は造船がそれを十分に移れてるぐらい造船が稼いだんです。でところがその売却っていうか譲渡直前5年間を見れば、そのメルボルンで使ったお金以上の金を造船で失ってるんです。ものすごく激しいこの乱高下するんですよ。そのビジネスです。やっぱり相当な額が動いてるんですよね。言える範囲内でいいんですけれども。いやそんな額動いてないんですよ。いやというのは会社の発表しましたけれども、売却ですよ。はい、100万です。100万円。100万円。はい、事業譲渡契約書は100万円です。最初はね1000円とかただでもいいという。でもそれはいわゆる M&K 契約書にならないから100万にしようと。やっぱり100万です。買いました？100円。いや買う本当に。それは表面的100万だけど、実際は借入金とかあるので40億なんですよ。40億だけど実際はですね売却損が出るんですよ。売却損。売ることによって損を出す。50億超える損を出したんです。あ、そうなんですか。佐野安は50億の損をして40億で売ったんですねっていうのが今回のポイントです。そんな損をしていいんですかと。ある意味で持参金です。なるほどね。雇用を守ってもらうため、佐野安を潰さないというと約束してもらうためにお願いしました。で、佐野安造船の社員さんはその新しい譲渡先で今も元気にやってらっしゃる。もちろんものすごい仕事が多くて忙しそうですよ。あ、そうですか。会長が社員の皆さんに出したメールがあるんですって。それちょっと見せていただきましょうか。売却を決めた後、全社員に向けたメッセージ。ホールディングス社長の立場から言うと長男を養子に出すような複雑な思いがあります。先方、こ
これは新来島ドック略して SK 家という家の名前してますね。先方 SK 家で我が長男がどう評価され、どう育てられ、どう愛してもらえるのか心配はつきません。長男、これはすなわち佐野安造船、長男が SK グループの中で存在感のある会社となり、むしろ SK グループの中で大きく羽ばたいていくこと、そして皆さんやご家族のご多幸を祈りつつ、皆さんの奮闘を陰から見守り、心の中で応援するのみであります。これちょっとジンときますね。これはもう社員やって、まあ要するに会長社長がもう社員と同じ目線、言ったら先日の WBC の栗山監督と一緒ですよね。やっぱ各選手にやっぱ手紙を送ってちゃんとそこで同じ目線で同じ気持ちでというファミリーとしてまさに今のリーダーのこのまたなんか理想というか。発表した翌日に現場に行きまして私は話をしました。これは私の人生にとって最もしんどいミーティングです。明らかに長男の彼らの社員の目線が私に対して本当に何をしたんだと、もう厳しい冷たい泣いてる人もいましたからね。その局面がもう今でも思い出します。その場面がね、映像が、お前造船番長だったんじゃないのかみたいな、そういうツッコミですよね。いやでも改めて内田さん、この経営判断いかがですか？やっぱりもうどこかで終止符を打たないといけないですし、やっぱり人が日本これから不足していきますよね。そしたらやっぱりその限られてる人材と資源ですよね。そういうものを成長分野にどんどん振り向けていかなければやっぱりダメなんですよね。そういうようなことが葛藤もありつつ、ね、こういう愛情もありつつ、決断されたっていうことだと思います。これは愛されるわ、この文章。ここで会長からクイズがあるそうです。何ですか？会長からの会長クイズ。突然ですが会長クイズ。会社の行動指針に2つのカエルを掲げています。ではこのカエルとは何でしょうか？これど根性ガエルではないですね。平面ガエルですけどね。やっぱカエル、よく我々のね中では無事に帰るとかなんかそういう意味合いが多いですよ。無事に帰るのね、ご疑問は。原点に帰るとか。原点に帰る。内田さん大正解。2つのカエルとは原点基本に帰るのカエルと仕組み考え方をチェンジするのカエルです。常に基本原点に帰ろう、これが一つ。さされながら変化しなきゃ生きていけないですよ。世の中がどんどん変わってますから、この変化についていくっていうのは変化にきちんと乗っていかないとですねダメだと思うんですよ。そのために自らの考え方とか動き方とか仕組みとかそれを全部変えようということで2つの変えるっていうのをずっと言ってます。さあじゃあ続けてまいりましょう。この造船を売却した佐野安第2の創業であります佐野安再生の経営戦略に佐野安ミートや今の佐野安ホールディングスにとって象徴的なものがあるということでやってきたんですが、建設現場ですね。訪れたのは大阪市内で建設中のオフィスビル。建設現場にある佐野安を象徴するものとは一体？こちらです。何ですか？なんかリフトですかね。そうですね、そう見えるんですけど、これエレベーターなんですよね。エレベーター。佐野安グループの佐野安エンジニアリングが手掛けているのは建設現場で資材や作業員を運ぶ工事用エレベーター。一般的なエレベーターとは見た目も大きさも違うが動かしてもらうとこの建設現場のエレベーター最大積載量は2トン、定員30人。佐野安が作る最も大きなエレベーターは平均体重4トンのアジアゾウも持ち上がってしまう。現場の資材搬入スケジュールは分刻みだ。このエレベーターも1日に100回以上稼働し建設現場を支えているという。佐野安さんのエレベーター、まず故障が少ないですね。その点は非常に助かってます。
現場にとっては本当にもう必要不可欠な存在で、特に超高層の現場においてはもう、心臓部分のようなそういった欠かせない機械です。顧客から支持される佐野安のエレベーター。業界で佐野安といえば知らない人はいない存在なのだ。エレベーター販売で一番今トップシェアを生かしていただきまして、エレベーター機械をねお貸しする世界で入れても今ナンバー1、2のところ頑張ってやっております。このニッチな世界で極めていきたいと思っております。ニッチ、これこそが上田が目指した佐野安再生のキーワード。ニッチの道を突き進む佐野安グループはここにも。工場では研磨作業の職人技が光り、作業場にはタンクのようなものがゴロゴロ。この会社で作っているものとは？この会社で作っているもの、あなたの家にもきっとあるはず。100年の歴史を持つ塑業造船を売却した佐野安。2022年3月期は売上の6割を失ったが利益は黒字化に成功。今期も黒字を継続する見込みだ。佐野安は事業ごとに分社化してそれぞれに権限を持たせる連邦経営を進め、ニッチに長けた企業群で着実な経営を行っている。ニッチの道を突き進む佐野安グループはここにも。工場では研磨作業の職人技が光り、作業場にはタンクのようなものがゴロゴロ。この会社で作っているものとは？基本的には水と油は普通は混ざらないものなんですけども、それを強力な攪拌力で混ぜて乳化するっていうために使う攪拌装置になります。乳化とは水と油が混ざり合うこと。化粧品や医薬品製造で重要な工程だ。みずほ工業は乳化攪拌機を作り続けておよそ70年。日本で最初に真空下での乳化攪拌装置を世に出し、業界のトップを走ってきた。特に化粧品業界の皆さんにご愛顧いただいておりまして、シェアですと大体6割から7割程度のシェアをいただいております。スキンケアクリーム、あとカラー関係でいくとマスカラであったりファンデーションであったり、あと先ほど言いましたシャンプーリンス、あとヘアケアの毛染め剤であったり、そういったものとか、ほとんど皆さんご存知の化粧品会社様にはほぼほぼ入っております。攪拌装置一式でお値段は数千万円。機能を高めると1億円を超えるという。そしてシェアが高いということは？儲かってます。ぼちぼちです。さすが西成。本当にぼちぼちなのか？東京で開かれた製造機器メーカーの展示会でみずほ工業のブースを覗くと、興味津々で説明を聞く来場者に、実際にみずほ工業の攪拌機を使う化粧品メーカーも。低粘度から高粘度まで幅広く活用できるところですね。製造設備って当然物を作る要になるもので我々としては当然命そのものですね。日本経済新聞社中村新平記者は佐野安のニッチ戦略をこう見る。ニッチな分野でかなり強い子会社を、いくつも持っていらっしゃるっていうところで、その分野でなかなか競合が少なかったりとか、佐野安さんがこれまで培ってきた技術なかなか追いつかれない分野っていうところで高いシェアを誇っているっていうところが、佐野安さんのまさに今業績が調子いい背景かなと思います。いろいろな事業をやっていく中で事業環境が変化していく中で生き残っていくためには、他の新しい技術とかを取り入れていかなきゃいけないというところで、M&A を佐野安ホールディングスはかなりうまく使ってるなというイメージですね。佐野安はホールディングス化した12年で買収6回合併9回と活発に動いてきた。実は先ほどの佐野安エンジニアリングも3社を合併した会社。さらに攪拌機一筋70年のみずほ工業も1999年に佐野安グループに入った。兵庫県三田市にある佐野安精密工業も M&A に成功した企業の一つだ。
別々にサナヤスの子会社になった2つの会社が6年前に合併した。自動車部品を製造する会社と金属加工の会社が合わさり、今はタンクローリーなど特殊車両のパーツを製造している。長い歴史とお互いが、培ってきた、技術というものがあります。それらも含めて工場だけが、統合したわけではなくてですね、その技術もお互い統合したというところがありますので、そういったところで今生かしてやっていきます。社員の技術の幅が広がっただけでなく、合併後の会社は3年連続の黒字を達成した。皆さんそれぞれ特徴がある、分野が違うんですけども、グループ会社の一員としてですね、この事業を伸ばしていきたいなというふうに思っております。連邦経営の中身がだいぶ分かってきましたね。年商20億の会社が20億の設備投資できないんですよ。例えば200億、当時造船がある500億の会社において今年は20億に投資するできるんです。中小企業の連邦経営っていうのはやっぱり大きくサイズアップすれば資金調達もその設備投資の判断も採用も全てがこのサイズでできるんです。でも動きは一社一社ですよと。それが連邦ってことですよね、いわゆるね。いやでもね、内田さん、一口に連邦経営って言ってもいろんな苦労があるんでしょうね。中小企業ってそれぞれ個性が強いじゃないですか。癖が強い。でもすごくいいものを一生懸命作るっていうところの良さをいかに生かしてなくさずに成長させてあげるかっていうところですよね。経営の部分はどうしても脆弱、すごく弱くなりますから、だからそこだけ助けてあげて、すごくいいところを伸ばしてあげられる、それぞれのカルチャーを育ててあげられるようになったら素晴らしい経営になるのかなっていう。なんかね、スタッフからね、今カンペ出て、攪拌機ですか、それを導入している化粧品メーカーを教えてくださいって。下手やな。福澤さんぐらいのテクニックあるからカンペチラッと見て自分の言葉で言いなはれ、本当に。多分相当言いづらい部分があるんじゃないかなと。それをちょっと自分の責任なくスタッフになすのやめて。ずるい手法なんです。これね難しいんですよ。いや、そのお客さんの名前になっちゃうから、ほとんど全てのお客さん、化粧品メーカーさんがほとんど入ってると思うんですよ。だから皆さん使っておられるものが僕らが普段お世話になってるようなと思いますが、だけど有名メーカー経営者とかなんかあるんですよ。でも申し上げたいのは、みずほ工業がやってるのは化粧品の真空攪拌機だけじゃなくて、実はビールタンク作ってます。あれは造船の技術です。はい、造船の技術。だからビールメーカーだけ言います。日本の4大メーカー全てにお取引入ってますか。はい、素晴らしい。全てあります。これは正々堂々。ちなみに沖縄にもありますから5大メーカー全部ある。そうか、ビールメーカー言えるけど化粧品メーカーは言えない。いやでもそこにも造船の技術。素晴らしい。技術は残るんですね。時代が変わってもな。さあ続きましては、実はですね、こんな身近なところにもサノヤスがあるんだぞというお話です。B2B の製造業が多いサノヤスの中で表舞台で活躍するのが観覧車。開業当時日本最大だった東京お台場の観覧車に神戸ハーバーランドの観覧車もサノヤス製だ。さらに世界初だという観覧車がこちら、大阪梅田にあるヘップ5の観覧車。実はビルの上に観覧車を建てたのはサノヤスが世界で初めてなのだ。5階ぐらいは乗ってると思います。他の観覧車より高いかなって思います。めっちゃ綺麗だよね。写真いっぱい撮りました。なんかマジで道迷ってあそこにヘップあるからあっち分かる方やみたいなのもありました。ここのこと知らん人でも観覧車あるとこがヘップやでみたいなこと言ったらみたいなあるあるでヘップ前集合なみたいなんで。梅田を歩く若者の羅針盤にもなっているヘップの観覧車。1998年にサノヤスが設計建設したこの観覧車、地上からの高さは106メートル。大阪城もはっきり見える。世界初と日本最大の観覧車を建設したサノヤス。レジャー事業は他にも。やってきたのは和歌山県。ここはヨーロッパの街並みを楽しめるファミリーテーマパークポルトヨーロッパだ。観覧車だけじゃない、実はポルトヨーロッパはほぼサノヤス。
やってきたのは和歌山県。ここはヨーロッパの街並みを楽しめるファミリーテーマパークポルトヨーロッパだ。実は佐野安が作ったものが点々とあるんです。作っただけじゃなくて一部を佐野安が所有しています。でその所有したものを含めて全体の運営は佐野安の子会社がやっています。佐野安グループにとって重要なレジャー事業っていうのは一つ象徴的にここにあるんですね。ポルトヨーロッパのコロナ前の年間来場者はおよそ35万人。園内にあるアトラクションの多くが佐野安製だ。開業からおよそ30年、佐野安はアトラクション全体の運営を行っている。これも佐野安ですよ。これはもう一番古いメリーゴーなんだけど、もうこれも佐野安製で30年近く前に作って収めて、いいですね。じゃあ行ってきますよってまたすぐ戻ってきます。遅い？もっと早くしようか？バー回ったら怖いぞ。いや怖いほんならこのゆっくりがいいけどそうですね。以前やっぱりコロナ前とかに比べるとだいぶそうですね、夏休みが入って。従業員を見かけるとすぐに話しかける上田。そこには上田のポリシーがあった。僕は本当に現場大事なの。だから歩くこと見ること、やっぱりね、お客さんのものであったり社員の動きだから、僕の立場で言ったらやっぱりここにいる従業員に話をする中で生まれる発見できるのがあるでしょ。自分で見る方が確か。現場主義はそこにあると思う。自ら見て感じたことを経営に生かすのは社員にも求めることだ。彼女たち彼らたちは本社にずっといてデスクワークをしてるわけだ。でデスクワークしてる相手はそこの相手にさらにお客さんがいるっていうのところに想像力働かないでしょ。やっぱり現場っていうのを大事にしなきゃいかんとはずっと思います。これは間違いない。上田の部屋には今も造船の頃の写真が飾られている。造船を愛した経営者が租業の造船を売る。その決断を冷静に振り返り未来を見据える。残された佐野安が生き続ける資格をここに得て、そこに1200人が生きていけるという、そういう意味では、そこはこうやって後解釈でなんかいろんな人に喋ってかっこつけすぎるという人もいるんだけど、事実ですが僕にとっては造船じゃないこちらの方は新しい佐野安を本当にどう作っていくかをもう一回創業の立場でもう一回ゼロからスタートする気持ちでまとまって頑張れようというのが、会長としての僕の今立場でしょうね。それは思いが強く思います。いや現場主義素晴らしいな。三元主義っていう言葉ご存知？三元主義。現場、現物、現実。現金じゃないですね。現金じゃない。すみません。じゃあ四元主義。大事大事。増えたな。現場主義の方ってやっぱり多いんですけども、偉くなってまでも貫かれる人っていうのが少ないんですよ。やっぱり会長にまでなって、でもやっぱり現場なんだっていうふうなことを実践されてる人は少ないですよね。よく大企業の会長とかがそーっとねお掃除ルックスで朝掃除したりしていろんな給湯室の会話とかトイレの社員の会話とか聞くっていうんだけども、あれも一つの現場主義だと思うんですけど、確かに会長だってことはポルトヨーロッパの人はみんな知ってたんですか？ポルトヨーロッパの人も僕は社長時代からいる人は知ってるんですよ。3年ぶりぐらいに行ってますから。だから知らない人もいたと思います。そうするとなんだこのおっさんはみたいなあると思う。だから僕その時は自分で言います。そういう顔するしそうだと思った瞬間に僕会長って僕会長そう言わないと。そりゃそうね。僕ドラえもんみたいな。僕会長。タタタタタタみたいな。現金言ってまいて。さあでは次の質問を最後とさせていただきます。上田会長が考えるリーダーに必要なこととは何ですか？これですか。ちょっとお読みいただいてよろしいですか？志高き。最後とさせていただきます。上田会長が考えるリーダーに必要なこととは何ですか？これですか。高き志。常に志高く、熱い情熱パッションを持って不退転の覚悟です。
社長会長という立場の人間ですから、もう覚悟を持たないとやっておられません。だからこの3つを揃えることがリーダーに必要な資質だと思ってるのが銀行時代を含めてもうずっと私はこれを言い続けてます。心に自分何かやるときにこれ志を常に持ち続けることで、動きと熱いパッションを持ち続けること、この3つが大事だと思います。今回こうリーダーがね、会長が来られて、まあ自分の仕事と置き換えるというか、まあオーバーラップする、やっぱり松竹芸能というね、吉本があって松竹芸能、ちょっとちっちゃいところなんで、ちょっと佐野屋さんにちょっと M&A で吸収してもらおうかなその時にはコンビ名も増田岡田から佐野安田に変わりますんで、俺安田になりますんで、いつでもちょっと吸収合併お願いしたいと思います。今の佐野安の原動力になったのはやっぱりその訴業である造船を売却したっていう、これ訴業を売却するっていう決断、テレビ大阪がテレビを売却するのと一緒ですからね。これテレビ大阪がテレビ以外で食っていこうって決断することと一緒だから、それを成し遂げたこの佐野安の上田社長、現会長の決断力ってすごいなと思う。でやっぱりそれに対する責任があるから、それが今も彼のバイタリティになってんのかなって気がしますね。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で、さらに公式 YouTube チャンネルテレビ大阪ニュースではこれまでの全ての放送回を見ることができます。次回のリーダーはくら寿司創業者田中邦彦社長。あまたある業界初の成功秘話を紐解きます。